皆さん、こんにちは。今日は推し活について興味深いお話をします。推し活というのは自分が大好きな人やキャラクターを応援する活動のことです。今、日本ではこの推し活がとても大きなブームになっています。なぜ日本人は推し活に夢中になるのか、その理由と推し活の楽しさ、そしてちょっと怖い面もこれからお話しします。日本の新しい文化の形がわかります。1、推し活って何だろう。まず、推しという言葉から説明しますね。推しというのは自分が一番応援したい人のことです。アイドルでも、アニメのキャラクターでも、スポーツ選手でも構いません。自分がこの人が好きと思う相手のことを推しと言います。もともと推すという言葉には、この人をおすすめしたいという意味があります。自分の好きな人をみんなにも知ってほしい。その気持ちから推しという言葉が生まれました。そして推し活というのは推しを応援するためのいろいろな活動のことです。活は活動の短い形で、日本語では婚活や就活のように何かの活動を短く呼ぶ言い方がよく使われます。婚活は結婚のための活動、就活は仕事を探す活動のことです。同じように推し活は推しを応援する活動という意味です。では、推し活をしている人は実際にどんなことをしているのでしょうか。まず、推しのコンサートやイベント、握手会やファンミーティングに行きます。推しが遠くの町にいる場合は、その町まで旅行をします。これを遠征と呼びます。まるで戦いに行くような言い方ですが、それくらいの気合で出かけるということですね。次に推しのグッズを買います。缶バッジやキーホルダー、アクリルスタンドなど、本当にたくさんの種類があります。中でも面白いのは板バッグです。透明なポケットがついたバッグに推しの缶バッジやキーホルダーをたくさんつけて持ち歩くことです。バッグが見えないくらいグッズでいっぱいになるので、痛い、つまりすごすぎるという意味で板バッグと呼ばれています。
最近の若い人の間では、じゃらつけバッグと言って、推しのチャームをたくさんつけたバッグも流行っています。最近は推し活カフェも人気です。推しのイメージカラーのドリンクを注文したり、推しのアクリルスタンドと一緒に写真を撮ったりします。そして、その写真を SNS に投稿して、推しへの愛を世界に発信するのです。推しの誕生日には特別にお祝いをする人もたくさんいます。ケーキを買って推しのアクリルスタンドの横に置いて写真を撮るのです。まるで本当に推しと一緒にお祝いをしている気分になれます。また、推しのイメージカラーに合わせて服やネイルを選ぶ人もいます。これを推し色コーデと言います。推しの色を身につけることで、いつも推しを近くに感じていたいという気持ちの表れなのですね。韓国のアイドルのファンには、駅や街の大きな画面に推しの応援広告を出す人もいます。自分のお金で広告を作って推しの誕生日をお祝いするのです。他にも聖地巡礼という活動があります。聖地巡礼というのは推しに関係ある場所を訪れることです。アニメの舞台になった街や推しがコンサートをした場所に行って推しと同じ景色を見るのです。聖地というのは本来宗教的に大切な場所という意味ですが、推し活では推しにとって特別な場所を聖地と呼ぶのです。皆さんの国にもこんなファン活動はありますか？好きなアーティストのグッズを持って出かけた経験はありますか？ 2. 江戸時代にもいた推しのファン。実は日本で誰かを熱心に応援する文化はとても古い歴史があります。今から300年以上前の江戸時代にも推しのような存在がいました。その時代、歌舞伎の役者はとても人気がありました。歌舞伎というのは日本の伝統的な演劇です。人気のある役者には熱心なファンがいて、その役者のことをひいきと呼んでいました。ひいきというのは今の推しとよく似た意味の言葉です。ファンたちは推しの役者の浮世絵を買いました。浮世絵は今でいうブロマイド、つまりスターの写真のようなものです。お店では推しの役者の手ぬぐいやすごろくなどグッズも売られていたそうです。300年前の日本人も
好きな人の絵を集めてグッズを買っていたのですね。人を応援したいという気持ちは昔から変わらないようです。時代が進んで、1980年代にはアイドルブームが来ました。テレビに出る可愛いアイドルを応援するファンがたくさん生まれました。当時のファンは雑誌のポスターを集めたり、テレビ番組を録画したりして、推しを応援していました。ラジオに手紙を送って、推しへのメッセージを読んでもらう人もいました。インターネットがない時代でも、推しを応援する気持ちはとても熱いものでした。そして2000年代、AKB48 という大きなアイドルグループが登場しました。AKB48 には選抜総選挙という特別な仕組みがありました。ファンが CD を買って付属の投票用紙で投票し、好きなメンバーの順位を決めるのです。自分の推しを1位にするために何枚も CD を買うファンもいました。この時に推しメンという言葉が広まりました。推しメンは推しているメンバーの短い形です。ここから推しという言葉がみんなに使われるようになりました。そして2020年、新型コロナウイルスの影響でみんなが家にいる時間が増えました。人と会えない寂しさの中で、推しの存在が多くの人の心の支えになりました。家にいながらでも動画や SNS で推しを応援できる。オンラインのコンサートも増えました。むしろ家にいる時間が増えたことで、新しい推しを見つける人もたくさんいたのです。この時期に推し活は一部の人の趣味からみんなの文化へと大きく変わったのです。今では日本人の約3人に1人が推し活の経験があると言われています。かつてオタクという言葉には暗い、社会性がないというイメージがありました。でも今の推し活にはそういったイメージはありません。推し活は明るくて楽しい、誰でもできる趣味として受け入れられています。ある調査では、推し活をしている人の74% 以上が、推し活を隠さずにオープンにしていると答えています。2021年には推し活が日本の流行語大賞に選ばれました。また、同じ頃に出版された推し、もゆという小説が芥川賞という有名な文学賞を受賞しました。
推し活がテーマの小説が日本で最も大切な文学賞をもらったのです。推し活は趣味を超えて日本の文化として認められるようになりました。皆さんの国ではファン文化にどんな歴史がありますか？ 3. なぜ日本人は推し活にハマるのか？推し活がこんなに人気になったのには日本ならではの理由があります。まず一つ目の理由は気持ちを自由に表せる場所があることです。日本の社会では自分の気持ちを強く表すことがあまり得意ではない人が多いです。嬉しい時も悲しい時も気持ちを抑えることがいいとされてきました。職場でも学校でもみんなと同じように静かにしていることを求められることが多いのです。でも推し活は違います。推しが好きという気持ちを思いっきり表現できるのです。推しのグッズを持ったり、推しのイメージカラーの服を着たり、推しの色に合わせたネイルを楽しむ人もいます。これを推し色コーデと言います。コンサートでは声を出して応援することもできます。推し活は日本人にとって普段はなかなか出せない気持ちを自由に表せる大切な場所なのです。ある研究者は、推し活は気持ちを安全に表現できる回路のようなものと言っています。二つ目の理由は、推し活が生きがいになっていることです。ある調査では、推し活をしている人の 80% が仕事のやる気が上がったと答えています。推しのために頑張って働こう。推しのコンサートまであと少し、もう少し頑張ろう。そう思うことで、毎日の生活に目標や楽しみが生まれるのです。日本では仕事が大変、毎日が同じことの繰り返しと感じている人が少なくありません。そんな日々の中で推しの存在は明日も頑張ろうと思わせてくれる光のようなものなのです。三つ目の理由は新しい人間関係が生まれることです。日本では最近一人で暮らす人が増えています。友達や家族と会う機会も少なくなっている人がいます。でも、推し活をすると、同じ推しが好きな仲間と出会えます。この推し活を通じてできた人とのつながりを推し縁と呼びます。推し縁というのは、家族のつながりや住んでいる場所のつながり、職場のつながりとは違う。推しがきっかけで生まれた新しい人間関係のことです。年齢も
職業も関係なく、同じ推しが好きというだけで仲良くなれる。コンサートの会場で隣になった人と友達になることもあります。それが推し縁の面白いところです。ある調査では、推し活をしている人の約 64% が人生がいい方向に変わったと答えています。推しの存在が毎日の生活に彩りを加えてくれるのですね。そして4つ目の理由として、推し活には利他的な面があります。利他的というのは自分のためではなく誰かのために行動することです。推し活をする人の多くは推しに幸せになってほしい。推しの夢を応援したいと考えています。自分がお金を使うのも自分のためというよりは推しのために使っているという感覚なのです。自分が大好きなことを通じて誰かを応援する喜びを感じる。それが推し活の一番大きな魅力かもしれません。皆さんにも誰かを応援することで自分も元気になった経験はありますか？ 4. 推し活が変える日本の経済と社会。推し活は個人の趣味にとどまらず、日本の経済にも大きな影響を与えています。推し活に関係する市場の大きさは、なんと年間約3兆5000億円です。これはとても大きな数字です。推し活をしている人の数は約1384万人と言われていて、日本の人口の 10% 以上になります。しかも、推し活にかけるお金は減りにくいのです。最近、日本ではいろいろなものの値段が上がっています。食べ物も電気代も高くなりました。でも、推し活に使うお金はあまり減らないという調査結果が出ています。ある海外のメディアは推し活の消費を物の値段が上がっても影響を受けない消費と紹介して、とても珍しいことだと評価しました。企業も推し活に注目しています。例えば、北海道のある保育園では、推し休暇という制度を作りました。コンサートやイベントのために特別に休みが取れるのです。最大で10日間もらえます。ある映像制作会社では、コンサートに行くための早退も認めていて、交通費の補助まで出しています。ホテルも推し活に合わせたプランを用意するようになりました。東京ドームが見える部屋でコンサートの映像をプロジェクターで楽しめるプランがあります。鉄道会社は
推し旅という旅行商品を作り、聖地巡礼を応援しています。推し活のコンサートが中止になった時のための保険まで登場しました。日本銀行のレポートでも、推し活による消費が経済の回復に役立っていると書かれています。さらに面白いのは、推される側の変化です。昔はテレビに出る有名人だけが推しの対象でした。でも今は違います。YouTube や SNS のおかげで誰でも発信者になれる時代です。特に注目したいのが VTuber の世界です。VTuber の世界では年齢も性別も見た目も関係ありません。パソコンとインターネットがあれば誰でも推される対象になれます。これは推し活の文化におけるとても大きな変化です。推す側だけでなく、推される側の入り口もどんどん広がっているのですね。推し活は若い人だけのものでもありません。推し活をしている人の半分近くが35歳以上です。50代の女性の 46% に推しがいるという調査結果もあります。若い人はアイドルやアニメを推す人が多いですが、50代や60代の人は演歌歌手やミュージシャンを推す人が多いそうです。皆さんの国でも誰でも有名になれる時代だと感じることはありますか？ 5. 推し活の楽しさと怖さ。ここまで推し活の楽しい面をたくさん紹介してきました。でも実は推し活には注意しなければならない面もあります。まず、推し活依存の問題です。依存というのはやめたくてもやめられなくなることです。お酒がやめられない、ギャンブルがやめられない。それと同じように推し活がやめられなくなる人が増えているのです。ある精神科の先生は、推し活依存はお酒やギャンブルの依存と同じ種類の問題と指摘しています。2025年には NHK のニュース番組で推し活依存が大きく取り上げられて SNS でも大きな話題になりました。例えば推しのすべての公演を見るために借金をしてしまった人がいます。また、動画配信の投げ銭の問題もあります。投げ銭というのは、動画の配信者にお金を送ることです。推しに気づいてもらいたい。自分の名前を読んでもらいたい。そういう気持ちからどんどんお金を使ってしまうのです。中にはお金のために家族のお金を盗んでしまったという
深刻なケースもあります。興味深いことに、日本はチップの文化がない国です。レストランでもタクシーでもチップは必要ありません。なのに、YouTube の投げ銭の金額は世界で一番多いと言われています。日常生活ではお金を渡さないのに、推しにはたくさんお金を送る。これはとても不思議なことですよね。次に、推し活疲れの問題があります。ある調査では、推し活をしている女性の7割が、推し活に疲れたと感じたことがあると答えています。SNS で他のファンを見て、あの人はもっとグッズを持っている。あの人はもっとイベントに行っていると自分と比べてしまうのです。もっと頑張らなきゃと思ってしまい、楽しいはずの推し活が辛くなってしまいます。特に10代の女性は自分が使えるお金の半分を推しに使っているというデータもあります。また、20代の半数が推し活を経済的な負担だと感じているという調査結果も出ています。そして忘れてはいけないのが押される側のリスクです。ファンが推しの個人的な生活に入り込みすぎてしまう問題があります。推しの住所を調べたり、追いかけたりするストーカーのような行動。プライベートな情報を勝手にインターネットに載せてしまうケース。推しを応援する気持ちが行き過ぎてしまうと、推し本人を傷つけてしまいます。特に VTuber や配信者のようにファンとの距離が近い場合、こうしたリスクはより大きくなります。また、推しが突然活動をやめたり、結婚したりしたときに大きなショックを受ける人もいます。これを推しロスと言います。推しロスというのは、推しを失ったような深い悲しみのことです。一方で、海外からも推し活は注目されています。推し活を孤独への対処法として分析している研究者もいますし、推し活の経済的な力に驚いている海外メディアもあります。推し活は確かに人生を豊かにする力があります。でも、楽しむためにはバランスが大切です。自分の生活を大事にしながら推しを応援する。お金を使いすぎない。他のファンと比べない。そして推しの生活も大切にする。それが長く推し活を続ける一番のコツかもしれません。皆さんはどう感じましたか？好きなものを応援するとき、
どこまでが楽しい範囲で、どこからがやりすぎだと思いますか？皆さんの国のファン文化にも似たような問題はありますか？ぜひ考えてみてください。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？動画の感想や意見をぜひコメントで教えてください。また、動画を作る励みになるので、グッドボタンとチャンネル登録、ハイプをよろしくお願いします。それでは、また次の動画をお楽しみに。